ムッソリーニが政権を取った後のイタリアでは独裁体制が築かれており、古代ローマの栄光を蘇らそうというスローガンのもと、力強い政治が目指されていました。ところがアメリカを発端とした世界恐慌はイタリアにも大きな影響を与えており、経済の低迷を受けて国民の中には大きな不満が溜まっていきます。そこでムッソリーニは、国民の目を国内からそらそう、アフリカ東部で戦争を起こそう、日本が満州国を作ったようにイタリアも傀儡国家を作ろうと考えるようになったのです。当時のイタリアはエリトリアとソマリランドを植民地として支配していましたが、この頃にソマリランドとエチオピアとの国境付近で軍事衝突が発生します。これをきっかけにイタリアはエリトリアとソマリランドから進軍を開始、アフリカ東部で戦争を始めました。当然これは世界から侵略戦争だと言って非難されることになりますが、当時のフランスは隣のドイツが力をつけている、ドイツを抑えるためにイタリアの協力を得たいと考えていたため、イタリアの機嫌を損ねるようなことは言えません。ということでイタリアへの抗議の先頭に立ったのはイギリスでした。イギリスは国際連盟を動かしてイタリアに対しての経済制裁を課しますが、これも制裁品目から石油が除外されているという中途半端なもので、ほとんど効果はありませんでした。そんな状態だったので結局イタリアを止めることはできず、エチオピアはイタリアに併合され、エリトリア、ソマリランドと合わせてイタリアの植民地である東アフリカ帝国が樹立されます。このように世界の目がイタリアの動向に注がれている間に、その隙を突くようにしてヒトラーは大きな賭けに出ていました。ラインラント進駐です。ラインラントというのはドイツ西部の地名で、第一次世界大戦後にベルサイユ条約で非武装地帯として部隊の配置を禁じられていた場所です。この頃のドイツは将来的に東側で戦争をする計画を持っていたため、西側に軍隊を置かなければ背後を無防備な状態でフランスにさらすことになります。何としてもラインラントを再軍備しなければいけない。しかし再軍備を実行すればイギリスとフランスが黙っていないだろう。何かいい手はないだろうか。そのように考えていた時に起きたのが、先ほどお話ししたイタリアによるエチオピア侵攻でした。ヨーロッパがアフリカに気を取られているこの隙に、どさくさに紛れてラインラントに軍を動かしてしまおう、そう考えたのです。しかしこの時のドイツ軍はまだ再建したばかり、戦闘力は期待できません。当然ヒトラーもそれは理解していたため、もしもフランス軍が攻撃してくればドイツ軍は戦わないで後退すると考えていました。そうなれば再建されたドイツ軍が初戦で敗北することになり、戦略的にも指揮の上でも致命的な影響を受けることは間違いありません。イギリスとフランスがどう動くのか、その一点に集中していたヒトラーでしたが、イギリスとフランスは兵を動かさず、ドイツ軍に対して撤退を要求しただけにとどまりました。ヒトラーは危険な賭けに勝ったのです。この経験からヒトラーは、ドイツが領土を広げても他の国は動かないということを学び取り、ドイツは領土の拡張を続け、他の国がそれをなだめるという状況になっていきます。一方で孤立を始めたイタリアのムッソリーニは、ドイツが着実に力をつけている状況を見逃しませんでした。このような状況を不安に思っていたのがソ連です。ヒトラーが力をつけている。彼は社会主義や共産主義を敵視している。何とかして止めなければ。そう考えていました。こうしてソ連は世界中にいる共産主義者たちに対して、今はまず何よりも先にファシズムを止めなければいけない。ファシズムに反発するために民主主義勢力と協力するのだと号令をかけました。こうして世界中の社会主義者、共産主義者は民主主義勢力と協力してファシズム勢力に反発するようになっていきます。この反ファシズム勢力のことを人民戦線と言います。特にその後の歴史を大きく動かしたのがスペインの人民戦線です。スペインの総選挙では人民戦線が勝利したため、政府は新しく人民戦線政府へと入れ替わり、社会主義的な政策が推し進められていくようになります。ところがこれに反発するのが社会主義を嫌うファシズム勢力です。特に植民地のモロッコに駐留していたフランシスコ・フランコ将軍は、人民戦線政府などありえない
と考えて反乱を起こし、スペイン全土の部隊を巻き込んで、ものの数週間のうちにスペインの半分を制圧してしまいました。こうしてスペインでは人民宣戦政府に対するフランコ将軍という図式で内乱が発生。当初イギリス・フランスは内戦が国際社会に波及するのを防ぐため不干渉政策を取りましたが、当然ソ連は社会主義に近い人民宣戦を支持するし、ドイツ・イタリアはファシズムに近いフランコ将軍を支持します。それらの国は自分の支持する方に武器と兵士の軍事援助を行っていき、とうとうスペインの内戦はファシズムと反ファシズムの代理戦争となり、国際的な対決の場となったのです。最終的にこの内乱はフランコ将軍が首都マドリードを占領したことにより、ファシズム陣営が勝利します。さて、この数年でドイツを取り巻く環境は大きく変化してきました。第一次世界大戦で戦勝国から押し付けられたベルサイユ条約は破棄できたし、国際連盟からも脱退しています。しかも一時はイギリス、フランス、イタリア、ソ連に包囲網を作られるような状況でしたが、イギリスとは協定を結んで再軍備を認めてもらえたし、イタリアとはスペインの内乱を通して協力関係となりました。こうしてムッソリーニはローマとベルリンとの垂直線は障壁ではなくて数軸であると演説し、イタリアとドイツの協力関係が形作られたのです。このようなドイツを取り巻く環境の変化を受けてヒトラーは4年以内に戦争を起こす。つまりドイツ軍は4年以内に戦争の準備を整えなければならない。戦争に耐えうるだけの原料と食料を確保する必要があると考えます。では原料と食料はどのように確保するのかという話になると思いますが、その答えは簡単で、オーストリアやチェコスロバキアをドイツに併合することでした。こうしてヒトラーは着々と戦争に向けて準備を進めていきます。その戦争準備の一環として浮上してきたのが日本との協力関係です。ヒトラーの考えはドイツの東に進み、ドイツ人が生きていくための土地をめぐる戦争を引き起こすというものでしたが、そうなると当然メインの敵はソ連です。そしてこの時極東では日本がソ連を敵視しているところでした。こうしてドイツと日本の利害が一致、ヨーロッパと極東の両方からソ連を牽制して、その力を分散させるための協定が調印されます。日独防共協定です。読んで字のごとく、日本とドイツで共産主義を防ぐという目的で調印されたこの協定には、後にイタリアも参加して三国協定となり、かつて孤立していた3つの国は外交的孤立を解消しました。こうして世界新秩序の形成を目指すドイツ、イタリア、日本などの枢軸諸国と、イギリス、フランス、アメリカなどの自由民主主義諸国、ソ連のような社会主義国という3つの勢力が対立して、国際情勢は急速に動き始めていくのです。